ちなみになんでやろうと思ったんですか？太いのが太いね。なんかないとダメとかいろいろ言われて、なんかインスタで見てすごい補足してくださるなと思って来ました。脂肪吸引豊胸メインで行っている森脇慎です。今回は45歳女性の二の腕全周脂肪吸引の修正の脂肪吸引ですねのマーキングから施術風景ダウンタイム6ヶ月経過を見ていきましょう。で以前ロサンゼルスでやってどこが気になるのか教えてもらってもいいですか？あ、そうだね。取り残しがちょっとここがあるっていうのと、ここを見たときにここ結構そんな気にならないですか？こう全部があ、ここはない。まあちょっとつまめる感じはあるんですけど、まあそんなにはないですけどね、ちょっと元々の状態がわかんないんで、アメリカのロサンゼルス、ビバリーヒルズでしたっけ？はい。でやられて、まあちょっと気になるということで、修正の二の腕脂肪吸引なんですけど、で、全体的にとって、結構どれぐらいしたいですか？めっちゃ細い。めっちゃ細い。次は出てもいいでしたっけ？はい。つまめるやつを取っていくと、くぐってた時にここ、脇肉。まあ一緒に取ってあげるとすごいポコってなってるのが消えるので、そこは非常にいいのと、くぐってた時にここ、やっぱドレスとか着た時にちょっとここが出るので、そこは一緒に取ってあげると、二の腕かなり肩まで綺麗に見えるので、ここはおすすめかなと思いますね。なので、眼筋をしていきますね。まあ、傷跡の抜くところからってことなんですけど、ちょっとなんか、まあどういうやり方かわかんないですけど、傷跡が若干大きいので、まあ、結構前ですよね。昔と今と違うんで、もしかしたら違うやり方だったかもしれないですけどね。前側あんまり取りすぎると胸が小さくなるので、まあ本当に膨らんでるところですね。施術のシーンに入ってきます。グロテスクなシーンがあるので苦手な方はスキップしてください。はい、今吸引しているのが前側ですね。前側をしっかり吸引してあげることで二の腕、肩、前側で全周360度全周の脂肪吸引ができます。前側の脂肪量としてはあまり多くなくて、両側で 200cc 取るとかなり変化率が出るんですが、その分少ない脂肪量でも前側を取ってあげるとかなり形の変化率は出すことが可能です。なのでしっかりと細身なボディラインにしたい方は前側の脂肪吸引をやるのはぜひおすすめですね。ではここから6ヶ月のダウンタイム経過を見ていきましょう。二の腕練習ですね、脂肪吸引で、3月の後半にやってもらったんで、大体6ヶ月経った方の経過を聞いていこうかなと思うんですけど、ダウンタイムまあちょっと長かったですけど、この1週間、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月でどんな感じだったかちょっとざっくりと教えてもらってもいいですか？最初はむくんでるのもあって、あんまりわからない。大体もう3ヶ月ぐらいだったら、もうなんか全然ノースリーブ着れるみたいな感じ。ちょっとだけこう傷が気にはなったけれども、でもすごいなんていうか、はい。結構変わりました？変わりました。はい。荒れない出血はどれぐらい？2週間ぐらいですか？そうですね。2週間ぐらいは。黄色い感じ。そうですよね。やっと直後とか逆に太く見えたりとか、そういうことですよね。長袖だから。3月からだったらそうですよね。で、まあその細さ実感してきたのが、1ヶ月後ぐらいには、なんか細くなってるっていうのは感じました。なるほど。ただまああれですね、拘縮の硬い感じ。そうですね。そういう心配はちょっとありました。最初やっぱり結構ボコボコしてました。拘縮でボコボコする感じ出るんで、それがちょっと不安にはなると思うんですけど、それどれぐらい治ってきました？ 3 ヶ月にここに来る頃には、まあ多少なんかなってたら自分でマッサージしてみたりしてっていうのを3ヶ月から半年の間で収まるので、大体正常の範囲内の拘縮の期間だったかなと思いますね。傷跡ちょっと見せてるんですけど、まだでもありますよね、全然ね。これ半年の経過の傷跡ですね。もうこれぐらいだと全然1年ぐらいで綺麗になると思うんです。あとここですね。ここもまあ綺麗にならないですよね。まあでもこれぐらいだと全然赤みないんで大丈夫かなと。で、こっちですね。綺麗になりそうですね。で、ここがたまに傷が赤く腫れて盛り上がったりする人が稀にいるんですけど、これぐらいだったら全然盛り上がってもないですし、1年ぐらいで消えるかなと思いますね。まあちょっとよく見るとすぐ白っぽく残ることはあるかなと思うんですけど、でも綺麗に残りそうな経過だと思いますね。で、もしその赤く盛り上がったりする人、ちょっと稀にいるんですけど、そういう人はケナコルト注射っていうのとボトックスを合わせてあげて打ってあげると盛り上がりなくなっていくので、もし傷が気になる方は行ってもらったらいいかなと思いますね。あとはあれですね、結構細くなったと思うんですけど、やっぱり細くするとここの皮膚の伸び感若干気になりますよね。ここね、しっかり取ってあげるとやっぱりその今まで脂肪で押されてた分の皮膚の余りがちょっと若干こう引っ張られる感が出るので、まあこれぐらいだったら全然大丈夫なんですけど、本当にすごい太い人で例えば2000とか1000以上2000近くとか取るとここはダラーンとするので、まあそういう場合はちょっとたるみ治療ですね。大体よく行うのは糸なんですけど、本当にちょっとたるみ強い場合は切ったりもするので、まあ、そこは適宜相談してもらったらいいかなと思います。
ですね。そんなに傷は目立たないですけど、一応切るっていうのは結構ハードルは高いと思うんで、そこは適宜相談してもらったらいいかなと思います。結構この方は綺麗に筋肉見えてるんですけど、ここに三角筋、三頭筋のラインが見えてるんですけど、楽にして、もう一回ブーッとやって、楽にして。これちょっと気になりますよね。ちょっとやっぱペラペラにすると、ここの脂肪一応クッションの役割もしてるんで、皮膚に直接ダイレクトに筋肉の配合のラインがちょっと出ちゃうので、そこがやっぱりしっかり取る二の字脂肪筋のデメリットかなと思いますね。前はちょっと出てたと思いますけど、やっぱ強くなりますよね、これは。そうですね。なのでこういうのがちょっと気になる人は若干残す感じにしっかり取るのじゃなくてマイルドめに取るっていうのも一つかなっていうのと、あとボトックスゼロにはならないですけど、今よりはマイルドになるかなと思うので、結構脂肪筋でしっかり取ってあげてボトックス後で打つっていうのは結構いいかなと思いますね。なんか気になることあります？いや、特に大丈夫ですか？ちなみに何でやろうと思ったんでしょう？太いね。なんかこの時期にやろうと思ったタイミングとかあるんですか？ずっと気になってたので、でもいろいろ見て、やっぱ取れないっておっしゃる先生とかが結構前なんですけどいて、でなんか妖怪注射だけじゃないとダメとかいろいろ言われてて、で言われたんだけども、なんかインスタで見て声を補足してくださるなと思って来ました。取れないことはないので、脂肪ってちょっとはついてるので、例えば記念のところだけ取ってあげるだけでも出てすごい綺麗にはなるので、一人一人に合わせて綺麗にできる感じにはするので、そこは相談していただければなと思いますね。最後にビフォーアフターです。しっかり変わっているのがわかるかなと思いますね。こちらビフォーです。1週間後、6ヶ月後ですね。肩周りも修正でスッキリしているのがわかるかなと思います。反対側です。はい、ということで今回は45歳女性の二の腕全周脂肪吸引、修正の脂肪吸引のマーキングから施術風景、ビフォーアフター6ヶ月経過を紹介しました。今後も脂肪吸引に関する動画を投稿していくので、チャンネル登録といいねよろしくお願いします。また概要欄の公式 LINE から脂肪吸引相談希望とご連絡いただけると、キャンペーンモニター適用とさせていただくので、興味がある方はぜひご連絡ください。それでは。